皆さんこんにちは、みーです。今回は前回のおまけでお話しした大道芸ワールドカップ in 静岡をご紹介します。いつもと違ってスライドではなく動画です。文字が見づらく音が聞きづらいかもしれません。その代わりに臨場感を感じることができると思います。ぜひ最後までご覧ください。この動画は前編です。後編、番外編も編集中です。ぜひそちらもお楽しみに。今日の目的地、静岡駅に着きました。静岡駅からメイン会場の駿府城公園までは15分ほど歩きます。静岡駅には北口と南口があります。駿府城公園は北口の方にあります。北口を出ると銅像にフランスの国旗が着せられていました。大道芸とは別の交流イベントが予定されているようです。駿府城公園に向かう途中、いくつも案内板がありました。こちらにも案内ブースがあります。まだオープン前でしたが、ここでは地図やプログラムをもらうことができます。車椅子のレンタルもありました。日本語と英語で書かれた大きな地図が置いてありました。駿府城公園は左とあります。時刻は朝の9時半。大道芸のパフォーマンスは11時からなので、まだ人が少ないです。早めに行ってゆっくり会場の雰囲気を楽しみながら腹ごしらえをするつもりです。駿府城公園が見えてきました。公園の周りにお堀があります。お堀は日本の城のほとんどに作られています。敵が攻めてきた時に簡単に入ってこられないようにするための工夫です。お堀では普段は小舟に乗ることができます。しかしこの日は欠航だったようです。前日に大雨が降り、竜巻級のものすごい風が吹き荒れていたので、お堀の水が濁っています。水面に城が映り込み、逆さ富士のようですね。晴れていれば絶景でした。駿府城公園にはあの橋を渡って入ります。さあ行ってみましょう。大きな門が見えてきました。東御門という名前の門です。橋を渡って門をくぐります。門をくぐるとまた門があります。2つ目の
門をくぐると駿府城公園が広がっています。さあ、駿府城公園に到着です。早速中を散策しに行きましょう。前日の大雨で地面がぐちゃぐちゃです。気をつけて歩きます。出店がたくさんありました。何を買おうか迷ってしまいます。会場内にはリサイクルステーションというゴミ捨て場のテントがいくつも設置されています。燃えるゴミ、プラスチック、缶、ペットボトル、瓶、5種類に分けてゴミを捨てます。焼きポン栗の出店がありました。大砲のような機械を使って栗を焼いています。ケバブの出店もたくさんありました。こちらにもリサイクルステーションがあります。その隣には喫煙所がありました。大きな地図にはトイレの場所がわかりやすく書いてあります。迷子のテントもありますね。奥には大きな風船の遊具が見えます。あれはヘビ？それとも恐竜でしょうか。いろいろな出店の中から私が選んだのはタイの豚と鶏の串焼きと韓国の豚キムチ焼きそば&ヤンニョムチキン。どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。向こうに背中に羽をつけた女性と男の子が歩いています。ビニール袋とトングを持ってゴミを拾っていました。彼らはこのお祭りを支えるボランティアです。このお祭りは多くの市民ボランティアに支えられています。歩いていたらお菓子をもらいました。ウェットティッシュももらいました。歩いているだけでいろいろなものを渡されます。男の子たちがかき氷を食べていました。もう11月なのに半袖でかき氷、元気ですね。11時近くなり、公園内に人が集まってきました。このステージにも始まる前から人が集まっています。このようなステージが公園内や街中に20カ所くらいあります。富士宮焼きそば、唐揚げ、クレープ、たくさんの出店が並びます。大きな鍋があるこちらのインド料理の出店。去年食べましたが、とても美味しかったです。こちらの広場では誰でも自由に皿回しやジャグリングを体験することができます。
みんな夢中になって練習していますね。皿回しやジャグリングの道具を買うこともできます。さあ、いよいよこちらのステージでパフォーマンスが始まったようです。とてもたくさんの人。このステージではブレイクダンスのパフォーマンスが行われていました。一つの技を決めるごとに会場から拍手と歓声が湧き起こります。昼近くになって公園内が人であふれかえってきました。お腹もいっぱいになったので、これから公園を出て街中の会場に向かいます。朝は曇っていましたが、だんだん日差しが強くなってきました。太陽に照らされて芝生がとてもきれいです。途中で人力車がありました。人力車は昔の日本で使われていたタクシーのようなものです。今は観光地でよく見かけます。駿府城公園にはお城そのものの建物は残っていません。見えている建物は門や櫓、見張り台です。この建物は市役所です。市役所前の広場もステージになっています。左に見える階段が客席として利用されています。通り過ぎてから見ると、たくさんの観客がいるのがわかりますね。この建物は静岡県庁です。さあ、静岡駅近くのメイン通りに来ました。こちらのパフォーマーはステージを終えたばかりのようです。ステージの後はファンとの交流の時間があります。ここにもステージがありました。まだ座れる席がありそうです。歩き疲れたので、ここで休憩しながらステージを楽しみます。この女性のように小さな脚立や椅子を持っている人を会場内でたくさん見かけます。疲れた時に座ったり、人だかりでステージが見えない時に使ったりします。街の至るところにピエロがいました。さあ、ステージが始まりました。今度はバスケットボールと音楽のショーです。どれだけ練習をすれば彼のようになれるのでしょうか。まるでボールが体の一部のようにくっついて見えます。少し疲れが取れたので、また街を散策します。街を歩いていると、いろいろな仮装をした人に出くわします。次はスプリングを使ったジャグリングパフォーマンス。ス
プリングがまるで生きているように動いて見事でした。最後は挑戦中の大技を披露してくれました。5回までチャンスをくださいとスタートして、失敗にも観客から大きな声援が湧き起こります。見事3回目に成功させていました。他にもさまざまな会場でアクロバットや手品、コメディにパントマイム、ディアブロやヨーヨーなど、たくさんのステージを楽しむことができます。それでは前編はこの辺で、後編と番外編もお楽しみに。バイバイ。